日です。今回のテーマは仏教の基本精神3です。目次は四苦、小苦、老苦、病苦、四苦、八苦、愛別離苦、恩蔵会苦、愚不徳苦、五運上苦です。四苦。前回の動画ではこの世の人生は苦である、苦には3種類あるということについて述べました。しかし釈迦はこれをもっと的確に分類していくのです。人生は苦である、世界は苦であると言ったが、どういう風に苦なのか、これについて私はあなた方に説こう。私が発見した苦の真理とは次のようなものである。そこでまず四苦、4つの苦しみを説くわけです。この4つの苦しみとは、生老病死、すなわち小苦、老苦、病苦、死苦です。生老病死は有名な言葉ですから、あなたはすでに耳にしていることでしょう。小苦、まず小苦、生まれてくる苦しみというのは何一つ自分の自由にならないということです。私たちは生まれてくる前は一人前の大人であり、霊界で自由自在の生活をしていたのです。その人々が生まれてくる時には母の体内に宿ります。そして真っ暗なところでじっとしているのです。胎児は暗いよ、怖いよ、寂しいよ、早く出たいよと言っています。その間、胎児は出たくて仕方がないけれども、十月10日の間出られないのです。じっと暗いところにいるわけです。さらに、昔にはなかったような苦しみもあります。現代の日本では、毎年100万人ぐらいの胎児が堕胎、人工流産で降ろされているとも言われています。胎児のうち2人に1人に近い数字なのではないでしょうか。お腹に宿った胎児の2人に1人ぐらいが途中で降ろされてしまうのです。これは大変なことなのです。ですから、あの世から生まれ変わろうとしても、人工流産で降ろされてしまうかもしれない。私の両親がどうするかわからないと思うと、これは怖いわけです。やはり降ろしてしまおうかと、パッと降ろされてしまうのです。このように、今、新しい苦しみが発生しています。こういうこともあります。それがなくても、十月10日はお腹の中でじっとしていて、暗いよ、怖いよ、早く出たいよ、と、ものすごく不安がっています。母体に宿る前も不安なのですが、お腹に入った時も不安であって、今回は大丈夫かな、うまくいくかな、などと思っています。胎児は2、3歳ぐらいの知能は持っているので、そういうことを考えたりしています。そして、母体から出てきた後、まず第一声でおぎゃーと泣きます。なぜ笑わないで泣くのでしょうか。やはり辛かったのでしょう。暗闇の中から初めて出てきたというので、もううわーという感じで感極まって泣いてしまうのです。そして、泣く以外には自分の意思を伝える方法が何もないのです。自由にならない、ハイハイさえできない、そんな状態です。そのような自由が全くないという生まれてくる苦しみがあります。人生のスタート点においてそのような状況から出てくるのです。さらに、生まれた後も本当に大丈夫かどうかわからないのです。20歳を過ぎないと自分には自信が持てませんし、親がどうなるかわかりません。親が元気で働いてくれると思っていたところが、ぽっくりと死んだりすることもあるわけです。たちまち孤児院に行ったり、人にもらわれたりすることもあります。あるいは、親に放っておかれて、夜間はひっくり返して大やけどをして、嫁に行けなくなったりとか、そんなことだってあるわけです。何が起きるかわかりません。ですから、魂の本来の自由さ、天人として天界で生きていた時の自由さから見たら、赤ん坊として宿って出てくるというのは、魂にとってはそのこと自体ものすごい束縛です。大変なことなのです。非常な試練です。よほど覚悟しないといけないのです。崖から飛ぶようなものです。あるいは高いところから池の中に飛び降りるような気持ちです。そのようにして生まれてくるのです。老苦、それから老苦、老いていく苦しみ、これも辛いです。若いうちは伸び盛りですから、伸びていくことだけを考えていますが、やはりいつか盛りが過ぎます。スポーツ選手などは20代で盛りを過ぎてしまい、例えば相撲では30代でもう親方をしていたりします。かわいそうです。もう元に戻れないのですから引退です。野球選手では30代の後半ぐらいになるでしょうか。普通のサラリーマンなどでも早くて45歳ぐらいから選択定年と称して肩叩きをされる人も随分います。寿命はまだあと30年も40年も残っているのに、40代で肩叩きをされて命をかけて働いていたつもりなのに会社を出されてしまうのです。こうして老いというものを感じます。消えていくものとして秋、冬が迫っていることを感じます。そういう辛さがあります。記憶力も衰えていきます。脳細胞も毎日消滅していきます。体が思うようにいかない。思い出すことができない。人の名前が出てこない。苦しいです。老いる苦しみというのはそれを言うのです。さらには字も見えなくなってきたり、言葉が不明瞭になってきたりします。それから自由がだんだん効かなくなってくると被害妄想になってきます。自分自身の思うようにならないのは自分のせいではないけれども、神様のせいと言ったら罰が当たるからそうは言えないので、嫁のせいである、息子のせいであるとか、孫の出来が悪いせいにしてみたり、家が狭いせいにしてみたり、会社の部下が悪い、給料が安い、退職金が少ないなどと、いろいろと外部に理由を求めていきます。人間として見ると、若い頃に比べたらだいぶ情けない心境になっていくことだけは間違いありません。また女性ですと20代の時には美人であって夫の方が非常に恋焦がれてぜひともと言われて嫁に行ったとしても40歳を過ぎるあたりになるとどんな美人であってもさすがに見たらすぐ年がわかります。それで近所の子供におばちゃんなどと言われてガクッときます。私は20代ではミス〇〇で鳴らしたものだったのにおばちゃんと言われてしまった。子供の目はもうごまかせないということになります。辛いです。そのショックは厳しいものがあります。そういう衰えていく、移り変わっていく苦しみというのがあります。
若くいたい、若返りたいと思っても止めることができない苦しみです。病苦、また病気になる苦しみもあります。これも一生の間には自分自身が病気をしない、あるいは身内に病人が出ないということは滅多にありません。また、毎年交通事故で何千人も死んでいます。事故で怪我をする人も入れたらもっと多いでしょう。何万、何十万といるでしょう。その中には自分自身が事故に遭う人もいれば、家族や親戚がそうなる人もいます。どこの家庭でも探ってみると、事故に遭ったり病気になったりした人がどこかにはいます。自分自身が苦しむこともあります。身内が苦しむこともあります。どうしようもない不幸です。前回の動画で、そのもの自体が苦しみであるものについて述べましたが、病気自体の苦しみ、これはどうしようもないのです。なぜそうなるのか、なぜ壊れないような体にならなかったかと思っても、人間の体というのはやはりそういうものなのです。栄養を取らなければ栄養失調になって弱ってしまう。栄養を取りすぎたら肥満になって糖尿病になってしまう。運動をしすぎたら体を壊す。運動をしなかったら運動不足で体が悪くなる。酒の飲みすぎで肝臓が悪くなる。そんなことがたくさんあります。辛いです。このように体というのは放っておくと悪くなっていきます。そんなものです。やはり手入れを常にしなければいけない。しかし手入れをしていてもある日突然に病気になる時が来ます。また肉体的なものではなく精神的なストレスで病気になることも現代は非常に多いです。釈迦自身も晩年には体が弱っていますし病気もしています。最後は食中毒になって死んだりしているぐらいです。そのようにどんな人も病の苦しみから逃れることはできないのです。それから死んでいく苦しみがあります。誰もがやがては死ぬ時を迎えますが、死ぬことが怖くない人はほとんどいないでしょう。たとえ悟ったつもりで大丈夫だと思っていたとしても、いざ病院に行って、もうそろそろ危ないですよ。あと半年です。あと3ヶ月、1ヶ月と、家族が医者から言われたのを漏れ聞いたとしたら、誰しも平気ではいられないものです。近年は病死ということが増えたため、病院で死ぬ人が多いでしょうが、昔は自然死も多かったのです。真理を学んで心乱れずに機嫌よく生きていると、自然死ができるようになりますから心がけてみてください。朝お経を読んでニコッと笑ってそのまま死ぬようなことがあります。ですから自分も苦しくはありませんし、家族にも迷惑は全然かかりません。真理を行じて生きていると、朝起きてお経をあげて家族に挨拶をして、ではこれから行ってまいりますと言って、ぽっくりと行くようなことが本当に起こります。病院に入って吸ったもんだしなくても、綺麗に死んでいけるようになるのです。心さえきちんと調律して、みんなに迷惑をかけないで明るく生きていたら、そういう感じになります。お経を読んでいるとき、お迎えが来たみたい。おじいさんが来たね。では、もうそろそろみたいだから、皆さんどうもご苦労様でした。ありがとうございました。とご挨拶して、そのまま死ぬというようなことがあると思います。ただ、真理を悟った人はそうですけれども、普通の人はそうはいかないのです。死ぬということが怖くて仕方がないのです。自分が助かるためだったら人を何人殺したって構わないというような人はたくさんいるわけです。そういうことを現に多くの人がしています。こういう苦しみがあります。ですから、正しい宗教を信じてあの世の世界を知るということは、人間の大きな苦しみの一つである死の苦しみから逃れるための方法でもあるわけです。この生老病死の苦しみというのは、万人が万人、誰一人逃れることができません。頭の良い人もいるでしょう。家柄の良い人もいるでしょう。財産のある人もいるでしょう。ハンサムな人もいるし、美人もいるでしょうが、すべての人はこの苦しみから逃れることはできないのです。釈迦はまず、こういう人生の真理を述べました。さらに、といって、宿に4つ加えたものがあります。その4つとは、愛別陸、恩蔵へ苦、愚不徳苦、五運上苦です。愛別陸。まず、愛別陸、愛する者と別れる苦しみがあります。人生の中では、通常、愛着があって離れたくない母親や父親、兄弟、友人、恋人、あるいは夫婦であれば、妻や夫、子供がいます。あなたにも、この人とだけは別れたくないというような人が一人はいる、あるいはいたでしょう。そうした愛しい人と、ある日突然に別れが来ます。進学や就職などで離れ離れになることもあれば、嫌われて別れざるを得なくなることもあります。病気あるいは事故で死に別れることもあります。それから戦争等で生き別れになってもう二度と会えなくなることもあります。あるいはそれまで仲良くやっていたのに思想信条がぶつかって別れることもあります。信仰を得たために、例えば夫と妻の宗教が違うために反目して離婚することもあります。愛する者と別れる苦しみというのは人生の間に必ずどこかで来ます。恩蔵へ苦。この反対に恩蔵へ苦といって嫌な人と会う苦しみ、嫌いな人と会う苦しみがあります。例えば会社員ですと嫌な人、会いたくない人が一人はいるものです。口うるさい上司と毎日顔を合わせて機嫌を取らなければならないかもしれませんし、嫌味な同僚に挨拶を交わすたびに突っかかってこられるかもしれません。やる気のない部下の気分を害さないように気を使って接しなければならないこともあるかもしれません。反対に自営業をしていたらしていたで、あなたのサービスのここが気に入らないなどと言ってくる人がいたり、詐欺まがいの投資話を持ちかけてくる人がいたり、いろいろあります。いずれにせよ、そういう嫌な人と会わなければいけなくなる、こういうことがあります。そのように人生にはいろいろな選択肢がありますが、その中で
愛する人と別れる苦しみや嫌な人と会う苦しみはなかなか避けられないものです。どうしても出てくるのです。この愛別陸や温存役はあなたもいろいろな家庭でおそらくあるはずです。愚不徳苦。それから愚不徳苦といって求めても得られない苦しみがあります。これは苦しみを象徴するようなものであってほとんどの人にあります。いい職場を求めてもなかなか得られない。出世を求めてもなかなか得られない。結婚相手、伴侶を求めてもなかなか得られない。収入がもっとあればいいと思うのに手に入らない。日当たりのいい家に住みたいと思うけれども手に入らない。せっかく家を買ったと思ったら隣に鉄筋のマンションが建って日が差さなくなった。あるいは学歴を求めても試験に受からないこともあります。このようにいろいろなものを求めても得られない苦しみは山のようにあります。これは万人が万人おそらくあるでしょう。そういう悩みはみんなが持っているはずです。愚不徳苦というものは考えたら考えただけ出てきます。あなたは振り返ってみると過去いろいろなことを求めてきたと思いますが、しかし得られたものより得られなかったものの方がやはり多いはずです。もし自分が思った通りに人生をもう一回やり直すことが許されるならば、あれもしたい、これもしたい、こうであってほしいと思うことはいくらでもあるでしょう。得られなかったものは山のようにあります。しかしそれはあなた一人だけではありません。他の人もやはりそうなのです。得られなかったものはものすごくあるのです。その人その人によって違いはありますが、その人にとっては得られなかったものがたくさんあるのです。例えば、奥さんを得られないで苦しんでいる人もいれば、奥さんを得たために苦しんでいる人もいます。良妻賢母を得られなかった苦しみというのもあるのです。また、子供が欲しいのに得られないと苦しんでいる人もいますが、出来の悪い子供を持ったための苦しみもあります。賢い子供を持てなかった苦しみ、これもあるのです。このように何かを与えられたらそれで良いかと言ったらそうでもないのです。得られない苦しみというのはなかなか止まることがありません。五運ジョーク。最後に五運ジョークがあります。五運ジョークとも言います。五運というのは肉体の煩悩のことです。つまり五運ジョークとは肉体の煩悩が燃え盛る苦しみです。精神生活に目覚めてくると本当にこれが嫌になることがあります。なぜ毎日毎日お腹が空いてくるのだろうか。自分は霊的な存在だと思っているのにお昼になったらお腹が空いてくる。一食抜いたらもう人間ではないようにガツガツしてきます。恥ずかしいです。食べていないとこのようになってきます。食物などにこだわってはいけないと思うのにどうしてもやめられない。お酒などもそうです。アルコールがどうしてもやめられない。そういう煩悩があります。また異性の問題もあります。若い人もそうですし、中年以降、晩年でも結構あるようですが、異性を求めて燃え盛る炎が静まらないことがあります。ああ、こういう欲がなければどんなにスッキリするかと思うのに、それでも止まりません。こういう苦しみがあります。肉体を持っていること自体に伴う燃え盛る煩悩、これを抑えることができないのです。なぜこんなに苦しいのか、宗教というのはきついことを言うものだなと思いながら、抑えることができないで苦しみます。このように、小苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、温存へ苦、愚不徳苦、五運ジョークの四苦八苦を言われたら、どの人も逃げられないのです。このように生きている限りついて回るものです。まとめ、釈迦は人間の苦しみの4つの真理、四苦を説いた。その4つとは、生老病死、すなわち、小苦、老苦、病苦、死苦である。小苦とは、生まれてくる苦しみである。自由自在な霊界から何一つ自由にならない母体に宿り、暗さや寂しさ、堕胎の恐怖、生後の不安や不自由さに耐えなければならない。老苦とは、老いていく苦しみである。体力、健康状態、実力、容姿、心境などが衰えていくことを止めることはできない。病苦とは、病気になる苦しみである。人間の体というのは、放っておいても手入れしていても病気になるし、現代は精神的な病気にもなりやすい。自分がなっても身内がなっても辛い思いをする。死苦とは死んでいく苦しみである。あの世の世界を知らない限り、普通の人は死ぬことに恐怖を感じ、死期が近づくと平気ではいられなくなる。そして釈迦はこの死苦にさらに4つ加えた八苦を説いた。その4つとは、愛別離苦、温存へ苦、愚不徳苦、五運ジョークである。愛別離苦とは、愛する者と別れる苦しみである。温存へ苦とは、嫌な人と会う苦しみである。愚不徳苦とは、求めても得られない苦しみである。得られなかったら苦しいし、得られたとしても望んだものと違ったら苦しむ。五運ジョークとは、肉体の煩悩が燃え盛る苦しみである。食欲や性欲など、肉体を持っていること自体に伴う欲望を抑えることができなくて嫌になる。これら四苦八苦は、この世に生きている限り、どの人にもついて回るもので、逃れることはできない。これが釈迦が説いた苦の真理であり、人生は苦であるといった理由である。今回は以上です。